こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。今日は日本語で1時間ポッドキャストを初めて撮ってみたいなと思っているのですが、日本語で1時間私が今からずっとお話ししていきます。私は日本語のこのポッドキャストを始めてまだ5ヶ月ほどですかね。3月に投稿を開始したので、4、5、6、7、8。3月の末の方だったので、正確にはまだ5ヶ月も経っていなくて、話すのがちょっとまだまだ上手な方ではないのかなと自分の中では思っているんですけれども、そんな中でも1時間日本語でお話しするポッドキャスト挑戦してみたいなと思って今日は日本語で1時間お話ししていこうかなと思います。いつも15分から20分ぐらいのお話をさせてもらっているかなと思うのですが、今日1時間のポッドキャストをするにあたって実は1ヶ月以上前から撮りたいけどどんなことをお話ししようかなっていう風にずっと考えて悩んでいたんですね。私がお話をすることもまだ得意ではないというかできるだけ自然な日本語を皆さんにお届けしたいという風に考えているので、台本を全部作ってそれを読むという形ではなくて、自然に言葉が出てきたことをお話しするように心がけています。なので、大まかな台本とか、どういうことをどんな順番でお話ししようというのは、ポッドキャストを撮る前に考えてはいるんですけれども、台本を一から全部作成して、それを読むということは、私のポッドキャストではしていないんですね。なので、自然な日本語を皆さんにお届けできているのではないかなとも思うのですが、その分、その場その場で出た言葉とかをお話ししているので、1時間ずっとお話し続けられるのかな、私がそんなことできるのかなというふうにちょっと不安ではあったんですけれども、今日のお題をお伝えする前に、皆さん、私のポッドキャストを見たことがある皆さんは、なんだか今日気づくことはないですか？はい、そうです。背景が変わっているかなと思います。実は私は今まで韓国に住んでいて、韓国のお部屋からポッドキャストを撮影して皆さんにお届けしていたのですが、韓国生活無事に終了して日本に帰ってきました。なので今日からは日本のお家で撮影するポッドキャストをお届けすることになるかなと思うのですが、このクッションだけはどうしてもなんだか私が今まで韓国でポッドキャストを撮ってきたものをなんだか引き継ぎたいというか、全部ガラッと変わるというよりかは、前まで撮っていた環境も大事にしたいなと思って、このクッションカバーだけは持って帰ってきて、これは同じなんですけれども、背景とかお部屋はすべて新しいものになっています。はい。ということで、お部屋が変わったということをお話ししたのですが、日本に帰ってきて、私はまだ韓国から帰国してそんなに時間が経っていないんですね。なので今日は私の1年間のワーキングホリデー生活についてお話ししていきたいなと思います。
このポッドキャストを聞いてくださる皆さんは日本語を勉強したいと思って聞いてくださっている外国の方ももしかしたら多いんじゃないかなと思うのですが、日本人は外国ですね、韓国に行ったらどのような心境の変化とか、日本人だから感じることができたこともあるのかなと思ったりとか、海外での生活をしてみた人のお話を聞くのは、今後皆さんがもし日本に来たいなとか住んでみたいなと思っていることの参考にもなれば嬉しいなと思います。1時間と今日は少し長い動画になりますが、ぜひぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。今日は新しいお部屋からお送りしたいと思います。今日もリラックスしながら最後までゆっくりと聞いてもらえると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。シラの日本語ポッドキャスト。はい、ということで早速私の1年間の韓国ワーキングホリデー生活、ワーホリ生活についてお話ししていきたいなと思います。皆さん、ワーキングホリデーという言葉は聞いたことがありますか？ワーキングとホリデーをくっつけた言葉になっているかなと思うのですが、仕事をするためのビザというよりかは観光ビザというものになっています。なので観光をするためにその国に訪れるけど、観光で必要な費用などはすべて準備していくのはちょっと大変かなということで、観光で使う費用の分は少しならアルバイトとかお仕事をしてもいいよというビザになります。日本から韓国は1年間行くことができるのですが、なので私は去年の夏から1年韓国にワーキングホリデービザを使って住んでいました。そうなんですね。なんで韓国にワーキングホリデーに行ったのかという経緯から少しお話ししたいなと思うのですが、私はワーキングホリデーを去年の夏にしたのですが、その1年ほど前くらいから韓国語の勉強を始めたんですね。なんで韓国語の勉強を始めたのかというと、私は小さい頃からなぜか韓国語の音がすっごく可愛いなとか、なんだか聞いてて心地いいなって思うことがよくありました。そしてちっちゃい時から小学生ぐらいですかね、から韓国語を勉強しようと思ったことは何度もあったんですけど、やっぱり学校の勉強とか、それこそ社会人になって仕事があったりとかで、なかなか語学の勉強を続けることは難しいなと思っていました。今聞いてくださっている皆さんの中にも語学勉強を何度も何度も諦めてしまった方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、私も本当にその一人だったんですね。でもなんだか本格的にもう一回勉強を頑張ってみたいというふうに思って、何度も何度も諦めてしまった経験があったからこそ、続けることを一番としてとっても勉強のハードルを下げました。それですっごく簡単で、なんか目が痛くなるような本ではなくて、漫画のような韓国語の本を買ってみたりだとか、韓国に住んでいる日本の方の YouTube の動画をたくさん見てみたりだとか、そういう風に日常の中で韓国語を少しずつでも勉強することができるようにしていたんですね。そして勉強しているうちになんだかもっともっと韓国の人と話したりする環境に行きたいなと思ったことも一つなんですけれども、韓国に住む日本人の方の YouTube を
たくさん見たというふうにお話ししたと思うのですが、そういうのを見ているうちに、私も韓国に旅行ではなくて住んでみたいというふうに思ったんですね。例えば、韓国語の勉強を始めてから1年に3回4回と何度か韓国に旅行に行きました。けどやっぱり社会人になって勉強をしながらとなると、長くて3泊4日とか1週間2週間と長い期間旅行に行くことはやっぱり少し難しかったんですね。そうなると1回の旅行で行きたいところはたくさんあるけど限られてしまったりだとか、なんだか私が韓国でしたいことを考えてみたときに、ただカフェでぼーっとしてみたいなとか、ハンガンの公園でピクニックをしてみたいなとか、旅行でもできることであるかなとは思うんですけど、限られた時間の中でただカフェでぼーっとするってなんだかもったいないなとか、もっともっといろんなところに旅行だったら行きたいのになって思ってしまう自分がいて、なので旅行ではなくて住んで実際に長い期間、1年と長いとは言えないかなと思うのですが、少しだけでも住んでみてできることが他にももっともっとあるんじゃないかなと思って、韓国にワーキングホリデーで1年住んでみようというふうに決めました。私は結構心配性なところがあるのと、韓国語の勉強を始めたとはいえど、韓国語でお話しする相手が全然いなかったということもあったり、勉強もなかなかできていなかったというのもあって、韓国語に本当に自信がなかったんですね。なので、ワーキングホリデービザはアルバイトはすることはできますが、実際にアルバイト見つからなかったらどうしよう。せっかく韓国に住むことが決まったのに、1年住むことができなくて、お金が不安で帰ることになったらどうしようというふうに結構不安に考えていました。なので1年ぐらいかけて頑張ってワーキングホリデーで使うための予算を準備して、で韓国語はちょっとあまり準備することができなかったかなと今となっては思うのですが、それで行きたいと思ってから1年ほど準備して、去年の夏にワーキングホリデーをスタートしました。そうですね。そして私は韓国のソウルという場所で1年間暮らしていました。韓国での1年間のワーホリー生活がスタートした後は、私は語学にあまり自信がない状態で来ることになってしまったので、これはすぐにアルバイト厳しいかもしれないと思ったんですね。なので、ワーキングホリデーがスタートする少し前に語学堂といって韓国語を学ぶことができる学校に入学することに決めました。なのでワーキングホリデーの最初の間は語学堂というところで韓国語を学校で勉強して、その後はアルバイトをしたり観光をしたりしたいなというふうに考えていました。それで語学堂というのは韓国語を学びたい人がいろいろな国から来るんですね。私は今まで韓国語を勉強する日本の人は見たことがあったし、会ったこともあるのですが、他の国の人を見たことがなかったんですね。日本に住んでいるときは海外の人と会うことが本当になかったので、語学堂でたくさんの海外の人に会いました。
もしかしたら今このポッドキャストを聞いてくださっている方の中にも日本の語学堂に通っている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのですが、私が通っていた韓国の語学堂ですねは当たり前なのですが、全部授業最初から最後まで韓国語で行われます。だし、いろいろな国の人が集まっていますが、みんなが共通して話すことができることとか学んでいるものは韓国語になるので、韓国語でみんなとお話しするんですね。なんだかそれがすっごく不思議で、なんか新鮮だなと思った記憶が今でもあります。授業が最初から最後まで韓国語で行われるので、最初は私韓国語だけで最初から最後まで授業なんて理解できるのかなみたいな感じですっごく不安だったのと、実際に初日は半分も理解できなかったんじゃないかなと思います。語学堂というのは語学のレベルによってクラスが分かれているんですね。小学校とかで言うと1年生から6年生まであるように、語学堂にも1から6までレベルが分かれています。入学の前にレベルテストというものを受けて、みんな1級からスタートするのではなくて、その人に合った語学のレベルからクラスがスタートすることになるのですが、私は1が一番簡単で6級が一番難しいクラスになるんですけれども、私は3級からのスタートになりました。なので学校初日に私は入学したんですけど、3級からスタートの人よりは1級とか2級から入ってる人の方が多いんですね。私のクラスは20人くらいのクラスでしたが、3級からスタートしたのは私ともう一人お友達、20人の中で2人だけでした。他の人はみんな2級からスタートしているので、なんだか顔見知りの人も多いみたいで、仲良くお話ししていたりとか、それこそ私より先にクラスはしたといえど韓国語で話す機会が多かったりとか、韓国で私より前から生活しているということもあって、とっても上手にみんな韓国語をお話しするし、授業もすっごく理解できているような感じがしたんですね。なので、友達ともお話できない。先生が言っていることも全然よくわからない。どうしたらいいんだっていうので、すっごく最初は悩んだ記憶があります。全然理解できない状態で語学堂に毎日通って意味があるのかなとか、先生が言っていることも半分ぐらいしかわかんないから、今先生が今これやってねとか言ってくださっているのも何をしていいかわかんないみたいな状態だったんですね。なのでどうしようと思って最初はすっごく不安だったんですけど、とっても優しい友達に出会うことができて、2日目ですね、学校が始まって2日目に一緒にご飯に食べに行こうという風に言ってくださって友達が言ってくれて、5人6人ぐらいでみんなでご飯を食べに行ったことがあるんですけど、その時に今のクラスはどうとか、韓国語どれぐらい理解できてるのとか、そういうことを友達が聞いてくれて、今全然理解できてないとか、なんか自分の中で語学堂ってどういう感じなのとか、
2級と3級はどれぐらい違うのとか、そういうこととか、困っていることとか、悩んでいることとか、その友達に相談したりして、その友達も真剣に私の悩みを聞いてくれて、そこですごく心が楽になりました。心が楽になったのもあるし、何より韓国でまだ友達がいなかったので、その時に、友達ができて嬉しい、韓国でこうやって一緒に友達とご飯食べてるんだと思ったら、それだけでもすごく嬉しかった記憶があります。あと、この初日ですごく悩んだのが、私のクラスは20人ほど学生がいたんですけど、その中に日本人が私以外誰もいなかったんですね。語学堂は韓国語を学びたいと思う日本の人がとっても多いというふうに聞いていて、実際韓国と日本はお隣の国ということもあって、他の国の人よりかは簡単に来やすいのかなということもあったりして、日本人がとっても多いから、逆に韓国語を学ぶにはどうしても日本人の友達がいると日本語でお話ししてしまって韓国語なかなか伸びづらいよとか、そういうことを聞いたりとか調べたりした時に思っていたんですけど、私が通っていた語学堂は実際には日本人が私以外一人もいなくて、授業中クラスで授業を受けている時に日本語でお話しできる子が誰もいなかったんですね。だから本当にわからない時にどうしようってなっても、日本語でパッと相談できる相手がいなかったので、これ結構きついなみたいな感じで思っていた記憶があります。でもそのおかげもあったのか、1週間後ぐらいには先生の話していること8割ぐらいは理解できるようになったんですね。自分でも本当に不思議で、なんでこの1週間の間に急に聞こえるようになったんだろうというふうに思っていたんですけど、実際は勉強はしているけど、単語とか事前に勉強していて分かってるけどスピードについていけてないということもあったりとか、本当の韓国人の人が私の目の前で話していることをなかなか聞く機会がなかったので、いつも動画とかそういうところでしか聞いていなかったので、実際に韓国の人が話す韓国語を1週間かけてどんどん自分の中で慣れていくことができたのかなというふうに今となっては思っています。なので本当に不安で全然理解できない、どうしようっていうふうに初日は思っていたんですけど、1週間後には8割ぐらい理解できるようになっていました。友達ともこの文化の差みたいなことで驚くことは本当にたくさんあったんですけど、言葉だけで言うと1週間後ぐらいにはスムーズに割と話せるようになっていたかなと思います。話せるようになったというよりかは、聞くことができるようになったというのが一番合っている表現なのかなとも思うのですが、1週間ぐらいで先生の言うこととか友達の話していること理解できるようにはなったんですけど、皆さんも日本語を勉強していて思ったことがあるのではないかなと思うんですけど、聞いたりとか読んだりするのはできても話したりすることって本当に一番最後にできるようになることなのかなっていうふうに私は思っていて、読んだり書いたりはできないけど話すことができるという方ももちろんたくさんいるとは思うんですけど、私は読んだりとか聞いたりとかすることは
1週間ほどで慣れてきたんですけど、話すことが本当に苦手で、友達の言ってくれる言葉とかを理解はできるけど、自分がこういう風に伝えたいと思うことを日本語で出てくるけど、そのまま韓国語にも自分の思いを乗せて伝えたいと思った時に上手に乗せることができなくて、そこでずっと悩んでいたような気がします。そんな感じですかね。でも、私の仲良くなった友達の中には、台湾の人とか、フランスの人とか、ロシアの人、ベトナムもいましたね。中国もいたし、インドネシアもいたし、香港とか、カナダの人、スペインの子もいましたし、オランダとか、いろんな国の人が本当にいました。私は英語がなかなか上手得意ではないので英語でお話できるほど全然英語ができないんですけど、韓国語を自分が勉強すれば勉強するほど今までは絶対に話すことができないと思っていた、それこそヨーロッパの人とか近い国ですね、中国とか台湾の人もそうですが、絶対に自分が人生の中でお話しする機会はないだろうと思っていた人たちと、韓国語が共通語になってお話しできたのが本当に嬉しかったです。よく韓国語を勉強しているというと、なんで英語じゃないの？英語の方がいろんな国で使えるじゃん。なんで韓国語なの？英語勉強しなよ。って言われること本当にたくさんあったんですね。けど、私は語学堂に通ったということもありますが、韓国に住む外国人の交流会というものも参加したことがあるんですけど、なので語学堂だけではなくても、いろいろな場面で韓国に住んでいるけど他の国のいろんな人とお話しする機会がたくさんあったんですね。その時にみんな韓国語で、韓国語がこの中での共通語になってお話しすることができて、英語じゃないけど韓国語でもこんなにたくさんいろんな国の人とお話しすることができたっていうのが本当に私にとっては嬉しいし、とっても貴重な経験だったなと思います。今日本語を勉強している方も、もしかしたら家族とか友達とか、なんで日本語なのって、日本でしか使えないじゃんその言葉とか、他の国の言葉もっと勉強しなよって言われたことがある方ももしかしたらいるんじゃないかなと思うのですが、韓国でそういうコミュニティがあったように、日本でも外国の方と集まって日本語で会話するっていう交流会などがあるのかなとも思いますし、何より私日本人なので、日本語を勉強してもらえればしてもらうほど、こうやって私とお話しすることもできますし、私のポッドキャストももっともっと楽しく聞いてもらえると思うんですね。私のこの韓国語は韓国でしか使えないから無駄だよと言われたことを、同じことを言われている方、日本語は無駄だよって言われたことがある方、もしかしたらいるんじゃないかなと思って、語学の勉強は絶対に無駄じゃないよっていうことを今日はお伝えしたかったです。無駄となっても私は韓国語の音が好きで、それを理解したり話せるようになりたいという目的で韓国語を勉強し始めたので、
いろいろな国で旅行の時に使いたいとか、そういう意味で勉強したのではないので、韓国語でも全然自分の中ではやりたいことがたまたま韓国語だったからいいかなと思っています。ちょっと語学のことについて熱くなってしまったのですが、語学堂は6ヶ月通っていました。そんな感じで6ヶ月間語学堂の生活はしていて、留学生のような毎日学校に行っていろいろな国の友達と学校が終わった後はご飯食べに行ったりカフェで勉強したり、そんな風に過ごしていました。韓国に住み始めた初日はお店に行っても全然韓国語が理解できなくて、タッチパネルで注文できるようなところに行ったりとかセルフレジがあるところばっかり行って、もうちょっと韓国語でお話しするの怖いというふうに思っていたんですけど、語学堂に半年通いながら韓国で半年生活してみて、お店の人とはもうスムーズに会話ができるかなというところまで語学はレベルアップすることができたんですね。そしてワーキングホリデーの醍醐味でもあるアルバイトも韓国でしてみました。何のアルバイトをしていたのかというと、私は韓国でアイスクリーム屋さんでアルバイトをしていました。私が働いていたアイスクリーム屋さん、韓国の人もよく来るのと、観光客の方もよく来るのと、あとは配達ですね。お家から注文が入って、それを作って届けてもらうという配達もあったんですけど、本当に忙しかったです。アイスってみんな夏に食べるんじゃないのと思ってしまうぐらい、冬でも本当にアイス食べるみたいで、とっても忙しかったです。特に私は土日、週末にアルバイトをしていたということもあって、とっても忙しかったですね。そこでは韓国語ももちろんアルバイトで使う単語ですね。なかなかこれってなんて言うんだろうとか、そういうことを一回一回調べて、こうやって言うんだみたいな感じで最初はしていたので、韓国語ももちろん伸びましたし、あとは日本にいるときは社会人として会社員として仕事をしていたので、アルバイトをするのもとっても久しぶりで、なんだか楽しかったです。アイスクリーム屋さんでアルバイトをしたことがなかったので楽しかったですね。あとは美味しいアイスも食べれましたこれが一番本当に私が続けれた理由かなと思うんですけど、私は大好きなアイスクリーム屋さんがあって、そこでアルバイトを始めたんですね。なので出勤するとアイスクリーム食べていいよって言ってくださる時もあって、そういう時はアイスクリームを好きなだけ食べていたので、とっても幸せだったんですけど、それもあってか韓国で3キロぐらい、もうちょっとかな、太ってしまいましたさっき韓国の人もたくさん来るけど、外国の観光客の方もたくさん来たというふうにお話ししたんですけど、日本の方もたくさん来られていました。その時に私の働いていたアイスクリーム屋さんはみんな韓国人で、私一人だけ日本人だったんですね。それで日本のお客さんが来て韓国語ができなくてなんか困ったことがあるとか時にみんな
翻訳機を片手にこうやって見せてくれたりとかして、私の先輩とかが初めは対応しているんですけど、翻訳機では何を言っているのかわからないみたいなことも時々一回出勤すると絶対に一回はあったかなと思います。なのでそういう時にちょっと来てっていう風に私が呼ばれて日本語で対応させてもらったりとか、そういうこともあって、なんだか韓国でアルバイトをしているけど、日本の旅行に来た方のお手伝いができて、海外に旅行来ているけど、不安がなく楽しんでもらえるお仕事が少しだけどできているのかなと思って、それもとってもなんだか嬉しい経験だったなと思います。そんな感じですかね。アルバイトはアイスクリーム屋さんでしていました。アイスクリーム屋さんでアルバイトを続けながら、語学堂半年通っていた韓国語の学校は卒業して、その他の時間は、せっかく韓国に1年間住んでいるんだから、韓国内旅行しなきゃというふうに考えて、いろいろな地域に旅行も行きました。私が行った韓国の地域は、まずはチェジュ島ですね。そしてプサン。この2つは聞いたことがある方も多いんじゃないかなと思うのですが、その他にもテジョンっていうところとテグにも行きました。この4つの地域に遊びに行きました。そうですね。まず私が遊びに行った1つ目、チェジュ島に行ったんですけれども、着いた瞬間からなんだか見たことがあるな、なんだか感じたことがある気がするこの空気と思っていたんですけど、旅行全部を通して感じたのが、日本の沖縄にとっても似ているなというふうに感じました。日本の沖縄、皆さん行ったことはありますか？私は小さい時から何度か沖縄に遊びに行ったことがあったんですけど、チェジュ島に行った時もすっごく沖縄にいるみたいだなっていう風に感じました。なんだかそれが私にとっては嬉しかったです。沖縄も私にとって大好きな場所なので、チェジュ島にも沖縄みたいな雰囲気があって、なんだかいいな、心地いいなっていう風に思っていました。チェジュ島はみかんがとっても有名みたいで、みかんが使われたスイーツを食べてみたりとか、黒豚もとっても有名みたいで、黒豚を食べてみたりとか、お茶も有名らしくてお茶のカフェに行ってみたりとか。私はカフェが本当に大好きで、特に韓国のカフェとっても大好きで、韓国に行ったらもう飽きるまで、嫌となるまでずっと韓国に行くぞ、韓国じゃない、カフェに行くぞと思っていたんですけど、チェジュ島でもたくさんカフェに行きました。そして他いろんなところに旅行に行ったというふうにお話ししたんですけど、チェジュ島は一つ注意しないといけないことがあるかなと思ったのが、車がないとちょっと厳しいかもしれないということです。ソウルに来たことがある方ももしかしたらいるんじゃないかなと思うのですが、チェジュ島は日本の沖縄も結構そんな感じなんですけど、車があったらたくさんいろんな観光地行くことができるんですけど、ないとなかなか厳しいかなと思います。もちろんなくても大丈夫かなとは思うんですけど、バスとかが1時間に1本とかちょっと
ソウルとかだったら5分とか10分に1本は来るので、とっても楽に乗ることができるかなと思うんですけど、チェジュ島だとバスがなかなか来ないので、タクシーを使って移動することになるかなと思います。そんな感じで、チェジュ島は島国なので、カフェもたくさん行ったんですけど、海沿いにあるカフェとっても綺麗で、特に記憶に残っているのはそのカフェかなと思います。カフェにたくさん行って、美味しい食べ物をたくさん食べて、日本にはないとっても大きいカフェがたくさんあったので、そういうところにも行きました。そして2つ目がプサンですね。プサンも有名な都市かなと思うのですが、プサンは島国ではないんですけど、プサンも海の近くにあります。海沿いにある都市のことを言います。なので、プサンでもやっぱり海に行きました。海はとっても綺麗なので、私は大好きなんですね。なので、韓国でも海に行きたいと思って、プサンでも海に行きました。チェジュ島は自然がとってもいっぱいで、そこも素敵だなと思ったんですけど、プサンは都市のキラキラした雰囲気もあったり、でも近くに海があったり、自然と都市のキラキラしたものが一つに合わさっているような地域で、なんだかそういうところに私は行ったことがなかったので、自然とキラキラした都会、二つとも味わえるなんて本当にそんなことがあるのっていうような感じで楽しかったです。あとプサンはご飯が美味しいという風に聞いていたんですけど、プサンでサムギョプサルを食べてみたんですけど、ソウルでも何回も食べたのに、本当にプサンめちゃめちゃ美味しかったです。サムギョプサルでもこんなに違うのかっていうぐらい、プサンは本当にご飯が美味しかったです。ソウルに1年間住んでいたからというのもあるかもしれないんですけど、今私が韓国に旅行に行くとなったら、プサンに行きたいなと思うぐらい、プサンは本当に1回ではなくて何度も訪れたいなと思うような都市でしたね。観光するところももちろんありますし、海が近くにあったりとか、美味しいご飯がたくさんあるので、美味しいご飯をまた食べに行きたいなと思います。そして3つ目がテジョンですね。聞いたことがありますか？テジョンは韓国の人に聞くと、テジョンには何もないよって言われることが本当に多かったです。韓国の人もなかなか遊びに行かないようなところみたいなのですが、私はとっても魅力を感じるものが一つあって、それのためだけにテジョンに行ってきました。それが何かというと、テジョンはパンがとっても有名なんですね。私は本当にパンが大好きで、韓国に行って韓国料理みんなもちろん食べますよね。だけど韓国料理と同じぐらいパンも本当にいろんなお店でたくさん食べました。それぐらいパンが大好きで、ソンシンタンというパン屋さんがあるんですけど、そのパン屋さんにどうしても韓国に住んでいる間に一度行きたいと思って行ってきました。これもなかなか旅行でだったらプサンとかソウルとかやっぱり大きい都市近くでたくさん観光ができるところに行きたいなというふうに思ってしまうので、
テジョンはなんだか今行かないともう一生行く機会がないんじゃないかというふうに思ってしまって、絶対に行くぞと思っていたところなんですね。テジョンはソウルから KTX という新幹線みたいなものに乗ると2時間もかからないぐらいで着くことができます。なので、1泊2日とかホテルを取らなくても、朝テジョンに向かってテジョンで1日遊んで、夕方夜にテジョンからまたソウルに帰るということができるので、私はその新幹線みたいなものを利用して1日旅行をしてきました。パンをめがけて朝早朝に起きて、語学堂に通っていた時よりも朝早くに起きて、パンのために新幹線に乗ってテジョンというところまで行ってきたんですね。そしてソンシンタンというパンがとっても有名で美味しいと言われているパン屋さんに行ったのですが、パンを本当にたくさん買いました。本当にパンめちゃめちゃ美味しかったので、ぜひ一度は食べてみてほしいなというぐらい美味しかったです。また、値段もそんなに高くなかったんですね。韓国のパン屋さんでソンシンタンが一番有名かなと思うんですけど、とっても美味しいのに値段も安いということで人気があります。なので一つ一つのパンの値段が他の韓国のソウルのパン屋さんに行くと400円とか500円ぐらいするのが普通なんですけど、そのソンシンタンのパン屋さんは200円から300円ぐらいで一つパンが買えるということもあって、私はたくさん買うことができました。もちろん買ってすぐたくさんパンも食べたんですけど、帰ってから次の日の朝ごはんでもパンをまだ楽しみたいと思ってたくさんパンを買って帰ったんですけど、大正解でした。本当にたくさんの種類のパンがたくさん置いてあって、私はたくさん買ったのに全然全種類は買えなかったんですね。それでもこんなに食べたから満足というぐらいたくさん食べることができたので、いい経験だったなと思います。そして次に行った地域はテグと言われる地域になります。皆さんテグ聞いたことがありますか？テグもソウル、プサンの次に大きい都市と言われているみたいで、このテグという都市も食べ物がすごく美味しいというふうに聞いて行ってきました。ソウルからは3時間ぐらいですかね。2時間半、3時間ぐらい KTX という新幹線みたいなものに乗ったんじゃないかなと思います。テグもこの観光できる地域がギュギュッと詰まっているので、1泊2日とかソウルからだと1泊2日で全然満足できるくらい観光できるところがギュギュッと集まっているので回りやすかったなという印象があります。でも美味しいご飯屋さんがたくさんあるみたいなので、1泊2日だと食べられるご飯の回数が決まってきちゃいますよね。私もテグで美味しいご飯たくさん食べたんですけど、1泊2日だったのであんまりたくさんは食べれなかったので、また食べに行きたいなと思っています。美味しい食べ物がたくさんある中でもマクチャンというホルモン料理がとっても美味しいみたいです。なので私はホルモン料理を食べたんですけど、本当に美味しかったです。ホルモン皆さん好きですか？私はお肉も大好きだし、ホルモンも
大好きで、焼肉屋さんに行くとよくホルモンも食べるんですけど、そのマクチャン屋さんというホルモン屋さんはお肉と一緒に食べるとかではなくて、ホルモンだけを食べるんですね。日本では焼肉屋さんに行くと焼肉も食べてお肉も食べてホルモンも食べるみたいな感じなんですけど、そこではホルモンだけを食べるみたいで、食べてみたんですけど、これも本当に美味しかったです。ホルモンは食べることができて、テグにも美味しいパン屋さんがあるみたいなので、そこでもパン屋さんたくさん寄って食べてみて、どれも美味しかったです。そんな感じで、韓国内旅行はチェジュ島、プサン、テグ、テジョンという風に4つ行ったんですけど、観光というわけではないですが、インチョンというところとかキョンギ道というところもソウルとすごく近いところなので、そういうソウルの近い都市はちょこちょこ行ったりもしてたんですね。特に印象に残っているのが、インチョンに行った時に野球を見ることができました。私はスポーツ観戦、日本で野球を見たことがなかったので、韓国で初めて野球の試合を見に行ったんですね。私は韓国でのルールがわからないというよりかは、野球のルールもいまいちあんまりよくわかっていなかったんですけど、友達が横で教えてくれて、頑張れって応援しながら歌を歌ったりとかダンスを踊ったりとか、そういうことも初めてで、韓国語でみんな言っているのであんまり何言っているかわからないところもたくさんあったんですけど、そういう韓国で野球を見るとかもう旅行ではなかなかできないんじゃないかなと思って、それもとっても楽しかったです。あと個人的に野球見に行くのすっごく楽しい、面白いっていう風になったので、日本に帰ってきたので、日本でも野球今度見に行ってみたいなという風に思っています。そんな感じで、私の韓国ワーホリの1年間のお話ですね。語学堂に通ったことやアルバイトをしてみたこと、あとは韓国の国内旅行にたくさん行ったことなどお話ししてきたのですが、1年間の韓国での生活を通して私がすごく思ったことが、語学はやっぱり現地に行ったらすぐに伸びるとか、語学はやっぱり自分の国で母国で勉強しているより現地に行った方がやっぱりすぐに伸びるよというふうに言われていたんですけど、確かにそうだなっていうふうに思いました。実際に韓国に行って語学学校に通い始めた時、何もわからなかったけど1週間ぐらい経ってなんだか自然に理解できるようになったという経験があったので、語学はやっぱり現地に行くのが一番なのかなというふうに考えていた時期もあったんですけど、語学堂に通いながらも思ったし、語学堂を卒業してからの半年間は特に思ったことなんですけど、語学はやっぱり自分で学ぼうと思い続けることが本当に大事だなというふうに思いました。私は語学学校に通っている時に自分でお金を貯めて社会人を辞めて日本での生活をストップして韓国にわざわざ来ているんだから、語学学校のテスト何度もあったんですけど、絶対にいい点数を取らなきゃいけない、勉強しなきゃいけないという風になって、結構必死で勉強していたんですね。正直周りの友達はテスト前日から始める、勉強をテスト前日から始めるということも多かったですし、テスト前でも全然遊びに行ったりとかしている子もたくさんいました。けど私は
学校の図書館に行って必死に勉強してみたいなことをずっと続けていたんですね。今思うと1年しかない韓国生活なのに、そんなに勉強とならずにもっと楽しめばよかったんじゃないか。なんでそんなに必死になってたんだろうみたいなことも思ったりするんですけど、やっぱり必死に図書館で机に向かって勉強していた期間がぐっと私の韓国語能力を伸ばしてくれたなというふうに思っています。私より早く韓国での生活をスタートして、私より長く韓国に住んでいる友達もたくさんいましたが、やっぱり住んでいるだけでたくさん勉強しようと努力していない子は、もちろんその子が楽しい韓国生活を送れていたらそれだけで十分かなとも思うんですけど、韓国語の実力とか能力だけで言うと、やっぱりどれだけ長い期間住んでいたとしても自分で学ぶという姿勢を持たないと、なかなか語学が伸びる、上手になるということはないんじゃないかなというふうに思いました。一人じゃなくていろんな友達に会ったからこそこれは思うことができたのと、語学堂に通っている時はもう授業が毎日あったので自然と韓国語を勉強することができたんですけど、卒業してからの半年は自分で勉強しようと思わないとなかなか語学勉強することができないなというふうに考えたんですね。例えばお家にいるときに家族と日本語で連絡を取る、日本語で電話をする、何かYouTube とかを見るときに日本語で見るということをしていると、韓国で住んでいても例えばお家の中でずっと生活をしていたら日本語だけで生活ができてしまうんですね。なので意識的に外に出て一言だけでもカフェの店員さんと韓国語でお話ししようとか、今日は10分だけでも韓国語で何か動画を見てみようとか、誰か韓国の人とか韓国語を話す友達と会ってお話しする機会を作ろうというふうに自分からたくさん行動していかないと、なかなか語学の維持だったり上達っていうのは難しいんだなというふうにとっても感じました。私はどっちかというと外にお出かけするのももちろん大好きで、こうやって自分で韓国に住みたいと思って韓国の生活を始めたんですけど、韓国に来て初めの頃に毎日韓国の人誰かと会ってお話しするぞとか、外に出て友達と会って語学の勉強もだし韓国の生活もっとキラキラさせたいとか充実させたいと思って頑張ってはいたんですけど、後半にかけてもともとそういう性格ではなくてエネルギーがってなくなっていってしまったんですね。もともと毎日誰かに会ったり毎日外に出るというのが得意ではないタイプだったので、そういうことをしているうちにどんどん自分が疲れてきてしまって一日中お家で過ごすという日も最後の方は少し増えてしまったなと思います。私は自分がこうやって YouTube を見たりとかするのが大好きだから YouTube を始めたということもあるので、お家で過ごす時間もとっても大好きなんですね。だから毎日外に出て新しいことをするというのは結構体力がいるなっていうふうに、それも韓国の1年間の生活で分かったことだなと思います。もし今日本での留学生活とかワーホリ生活を始めてみたいなと思う人は、私みたいにお家大好きみたいな人は
ちょっと頑張らないといけないところがたくさんあるかなと思います。でもそれが楽しめる人はとっても向いてるなと思うのと、私は誰かと会うぞとなるのにすっごくエネルギーを使ってしまう人で、日本にいるときは仲のいい友達とか家族と会うときは全然大丈夫だったんですけど、韓国にいる間は初めましてで初めて会う方が多かったりとか、そうですね、あんまり日本語のように楽に喋ることができない外国の友達がたくさんいたので、エネルギーの使う量が違うかったかなと思います。やっぱり外に出て何か少しするだけでも疲れてしまったりとか、エネルギーをたくさん使うので、私はそれが大変だなと思ってしまって、一日お家にいてしまう日とかもあったんですけど、外に出るのが好き、誰かとお話しするのが好きっていう友達の方がやっぱり韓国語とっても上手になっていたなと思いますね。はい、そんな感じで今日は私の韓国のワーキングホリデーの生活について1時間日本語でお話ししてみました。今撮っているこのビデオでは1時間経過しているんですけど、編集でちょこちょこいらない部分を切ったりして1時間いっているかな、大丈夫かなっていう感じでちょっと不安なんですけどどうですかね皆さん。そして最後まで聞いてくださっている方いますでしょうか？最後まで聞いてくれている方いないんじゃないかなと、最後まで私一人でお話ししているんじゃないかなって少し不安なんですけど、もし最後まで見てくださった方、最後まで見たよということがわかるようにキーワードみたいなものを置いておこうかなと思います。もし今日のこのポッドキャスト最後まで聞いてくださったよという方はコメントでこのキーワードを置いてほしいなと思うのですが、そのキーワードを何にしようと思っているんですけど、何がいいですかね。韓国とかワーホリとかだとなんだか普通だなと思って、最後まで聞いた人しかわからないワードが何か欲しいなと思うんですけど、よし、これにします。最後まで聞いてくださった方は、私がテジョンというところに行った時に美味しいパン屋さんに行ったというお話をしたこと覚えてますか？そのパン屋さんの名前をコメントで残してほしいなと思います。最後まで聞いてくださった方にはもう一度パン屋さんのお名前お伝えしますね。最後まで聞いてくださった方、ソンシンタンとコメントでぜひ書いてもらえたらなと思います。最後まで聞いていない人はソンシンタン？なんだとなると思うんですけど、私はこのキーワードを知っているので、最後まで聞いてくださりありがとうございますという風にコメントさせていただきたいなと思います。ぜひ最後まで聞いてくださった方、ソンシンタンコメントに残してもらえると嬉しいです。1時間のポッドキャスト初めて撮ってみて、私の1年間の韓国生活での振り返りだったりとか、私が大好きな韓国についてお話ししたので、あっという間に思ったよりも話せてしまってて、少し私自分でもびっくりしてるんですけど、どうだったでしょうか？聞き取りにくい部分とかもしあったりしたら、今後のポッドキャストでそれも改善して直していきたいなと思っているので、もしそれもあればコメントで教えてもらえたらなと思います。
はい。今日は日本の新しいお部屋から1時間のポッドキャストをお送りしました。今日も最後まで聞いてくださった方、本当に本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。